ゆっくり、ユニカムガイド。どうも皆さんこんにちは。だんだんと暑くなってきましたね。そりゃもう5月も中盤だからな。ちなみに私は冬が好きです。着込めばとりあえずなんとかなるので。さて、全く関係ありませんが今回は新たに追加されたティア10ソ連10戦車260に乗っていきますよ。安定のガチャだったけど。財布が破壊されすぎてやばい助けて。それではスペックを見ていきましょう。単発は420で DPM は2782ですね。この手のソ連戦車は低 DPM であることが多いですが、この戦車は割と DPM が確保されていますね。高 DPM ってほどじゃないけど、これだけあれば十分かな。ただ、通常弾課金弾ともに貫通は低めです。さすがに重戦車だと課金弾貫通 330mm 欲しいので砲弾調整にしてます。装填棒だとドイツ10相手に何もできなさそう。課金弾はヒートなので 343mm まで貫通は伸びます。まあ、DPM はある程度あるし仕方ないかな。精度に関してはかなり普通ですね。良くも悪くもなく。課金戦車なんてこれくらいでいいよ。負荷は6度です。ここ結構使いにくいポイントです。地形を選ぶのに苦労します。せめて7度欲しかったです。しかし、この戦車の価値は至高ではない。重戦車にしてはかなり優秀な機動力です。最高速47キロ交代20キロ。加速力も重戦車としてかなり優秀ですね。機動力を活かして戦う重戦車か。いいんだけど同格にキャラ被ってるやつ多すぎない？まあ、足が売りの戦車は他のコレクター戦車にも結構いますからね。ほんじゃまあ走行を見ていきましょうかね。なんでこらー。大丈夫？あらら、見事に走行がないね。走行どこに落としてきたんですか？ファミマ？セブン、なんで落としてくる場所がコンビニ前提なんだよ。ファミチキ食べたい。早く走行の解説してください。はい、とはいえ見ての通りですね。車体は通常弾でもスパスパです。頼みの砲塔は同格中戦車くらいになら通用するかな。さすがに重戦車相手で課金弾投げられると無理そうです。側面に関しては履体裏まで 100mm です。いくら 100mm でもこのティアだとあんまり頼れないね。7型と同じく履体裏は弱点です。豚飯しても正面がこれなので難しそうですね。ちなみにこの左右の三角の部分、実はただの空間走行です。ここにダメージ判定はありません。正面から撃つときは気をつけましょう。背面は 70mm です。下半分は傾斜はないので貫通のある戦車相手だと貫通されそうですね。というわけで戦闘開始です。初動はどうしようかな。敵の重戦車は4型と7型と頭カチカチくんだね。対してこっちは8型と KPF ですね。ちょっと頼りないな。ご覧の通り機動力はかなり優秀です。もはや重戦車というより中戦車といった乗り心地。どこに行こうか迷いましたが味方はみんな C 来てますね。こりゃ、もう C を仕切るしかないかね。まあ敵の出方次第なのでなんとも言えないですがね。とりあえず初動はここの茂みで敵重戦車の動向を探ってみます。こっちに来てるのであれば通行料を取りたい。頭カチカチくんが見えたね。ナイス一撃。もうちょっと他にいい呼び名はないんですかね。ちなみにこの戦車の伝説迷彩のモデルとなっているバイクですが、皆さんどんなものか知ってますかね？あれでしょ、タイヤに釘が刺さったりするとなるやつ。それはタンク。バイクというのは淡水に生息する大型肉食魚のことなんですよね。下着のことじゃないんだ。それはパンツ。バイクは本当にかっこいい魚なので、気になった人は調べてみよう。やばいアンチセが待ってるって。それはパルス、エーペックスでもしてるんですか？という夢を見たんですよね。すべて夢落ちでごまかす気なんですか？あの4型天輪を見てそうです。しっかりと履体破壊して味方に打たせます。低貫通な KPF もこれにはにっこり。とりあえず、敵の硬いのは交代させれた。今度は反対側ですね。あの7型とか狙えそうですが、貫通を上げているので砲塔横を抜ける、と思っていた時期が私にもありました。他のソ連車だったらそもそも当たる期待してないから許せるけど、微妙に当たりそうで当たらないから落胆がでかい。この704とか狙えそうじゃないですかね。かなり際どいけど。これは当たるんだ。これはシェフの気まぐれ飛行ですわ。何言ってるのか全然わかんないよ。さて、ポジ取りはできたのでここからハルダウンしてやつを削っていきたいところですが、打ち上げになってるせいでかなり硬いですね。今のもよく当てたね。重戦車で、この精度はやっぱり優秀。車高低いしなんかこの低く使いにくいので乗り出します。いやいや貴様は予備ではないんですよ。やばい履体切れませんでした GG。単発交換では被害が大きすぎる。この恨みはやつにぶつけることにします。精度はいいはずなので落ち着いてゆっくり狙います。ちゃんと当たったし最大上振れじゃん。さて、戦況に余裕があるわけではないのでさっさと詰めますかね。704をさっさと潰しておきたいわけですが、これ当たりますかね。移動してたら、やっぱりこんなもんがよね。KPF が暗殺されましたね。ちょっとまずいかもしれません。あんまり良くない動きだったかもね。落ち着いてこいつから沈めていきます。さっきから舐めてますよねこの戦車を。全力対比。危ないな。まだ証拠りもなく出てくるのならばここでさよならです。それよりも後ろのチェリガンがかなり気になる。体力プラスすぎると後々まずいかも。あれのワンパン圏内になると味方が全員狩られる気がする。ここは無駄な被弾を避けてしっかりと NDK していきます。こいつの機動力であれば回すことはそう難しくないでしょう。ある程度速い装填もこういう時便利ですね。なんとか間に合うかな。やっぱり乗ってる感じは重戦車ではなくて中戦車ですね。エア銃の彦丸 A 枠かな。ついに来やがりましたね。しか
かしもう私は防御体制が整っているんですよ。それじゃあバイバイ。安定の空間走行。誰かあいつの走行を全身ラインメタルにしてくれ。まあここから負けることはないだろうしいいかな。この戦車の感想としては、結構いい感じですね。重戦車として見ると相当あれですが、この機動力と単発と DPM があれば十分戦えます。お財布に余裕のある方は、購入を検討してみるといいかも。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。